海道も海外テックのこれまじミントです。リナです。今日の主役は27という数字です。 27？ 何の数字1999年に提起されてから27年間、世界中の数学者が誰も解けなかった群論の未解決問題があります。それが今月解かれました。誰が解いたの？どこの天才？解いたのはオープン AI がまだ一般公開していない新型 AI モデルアストラです。しかも同じ発表で解かれた難問は合計10件です。10件？これまじ？今日は何が解かれたのかと、発表からの3日間で世界の検証がどこまで追いついたのかをまとめて見ていきます。気になる。全部見せて。8月1日、オープン AI が少なくとも10年、多くはそれよりずっと長く進展がなかった数学と理論計算機科学の問題10件を解決したと発表しました。解いたのは次期主力モデルアストラの内部版。アストラはこの発表で初めて名前が出て、一般公開もベンチマークもまだありません。10件ってみんな似たような分野なの？範囲はかなり広いです。玉の詰め込み方を扱う幾何学から符号理論、計算の複雑さ、量子情報、格子の問題、群論、グラフ理論まで散らばっています。その中にさっきの27年のやつがあるんだね。そうです。ノンソフィック群という特別な群が本当に存在するのかという問題で、1999年にグロモフ氏が提起して以来、群論の中心的な未解決問題とされてきました。今回の10件の一番の看板です。27年って私たちの番組よりはるかに先輩なのだ。さらに伝説の数学者エルデシュ氏が残した未解決問題も3件含まれています。エルデシュ問題は世界中の数学者が長年挑み続けてきた有名なリストで、そこから一度に3件です。それはすごい。でもさ、 AI が解けましたって言っても合ってるかどうかは誰が確かめるの？27年誰も解けなかった証明なんて読むだけでも大変そう。今回の発表の作りが賢いのはそこです。10件すべての証明がリーンという形式証明の言語で書かれています。証明の手順を1行ずつコンピューターに確認させる仕組みで、途中の飛躍やごまかしが通りません。人間が読み終わるのを待たずに機械のチェックはもう全部済んでるんだ。そうです。証明の穴を意味するソーリーという印もゼロ。オープン AI の説明では、論文の形に整える作業は人間がモデルと一緒に行い、リーンへの形式化はモデル自身がやったとされています。リーンって自分でも触って確かめられるものなの？リーンをコマンド一つで動かして確かめる動画も別に出しているので、気になったらそちらもどうぞ。それで費用の話もあるんだよね。オープン AI の公表では、解けた分のトークンを剃る API 料金で換算して約$2000です。この解けた分という言い方には続きがあるので覚えておいてください。発表からおよそ24時間後、オープン AI の外側から最初の検証報告が届きました。アンソロピックの数学研究者アルポギ氏の X 投稿です。外の人がもう動いてたんだ。報告の中身は10件のうち5件、番号で言うと4番から8番までを一般に公開されているモデルフェーブルで再現できたというものです。本人曰く外部の情報に頼らない完全自立の設定だったとのことです。それってアストラにとって良い知らせ？悪い知らせ？両方の面があります。良い面から言うと、別の会社のモデルが独立に同じ結論へたどり着いたなら、その5件の確からしさは上がります。実際8番のエアハート堆積予想では、両方のモデルがほぼ同じ論証にたどり着いたと本人が書いています。答え合わせが発表の翌日にはもう始まってたんだね。一方で、この5件はすでに世に出ているモデルにも手が届く範囲だったということでもあります。内訳はコンヌの合成予想の反証、算術回路計算流の破壊、量子並列反復定理、最近ベクトル問題の困難性、そしてエアハート堆積予想です。じゃあ看板の27年問題は？エルデシュ問題は？ここが今日一番大事なところです。ノンソフィック群の構成とエルデシュ問題3件はこの報告に含まれていません。発表から3日経っても再現の報告はゼロ。看板級の結果は今もアストラだけが解いた状態です。10件の中に外が1日で追いついた5件とまだ誰も追いつけていない5件があるんだ。そうです。この内訳が見えたこと自体が3日間の一番の収穫です。その再現された5件ってアストラと同じようにリーンでチェックされてるの？今のところそこは確認が取れていません。再現側にあるのは本人の X 投稿と後で PDF の原稿を上げるという予告までです。オープン AI 側の10件が全部リーン検証済みなのと比べると、検証の硬さではアストラ側の方が先を行っています。再現されたって聞くと同格っぽいのに、
確かめられ方の重みはまだ全然違うんだ。そうです。同じ、解けた、という言葉でも、機械検証済みの証明と、X 投稿の報告では、載っている棚が違います。ここを同じ棚に並べると、話がずれます。もちろん、厳しい見方も出ています。AI 会議派として知られるガリー・マーカス氏は、自身のサブスタックで、比較対象となる統制文がなかった、と指摘しました。発表の前に、他のモデルでも同じ問題を試して比べておくべきだった、っていう実験の作法の話だね。そういう指摘です。こうした批評も含めて、発表が外の目でもまれていくのは、科学の大きな発表がいつも通る道です。こういう発表の3日後まで追いかける回、見逃したくない人はチャンネル登録なのだ。そういえば、約2000ドルの解けた分って言い方、続きがあるんだよね。はい。あの金額は、解けた問題のトークンだけを数えた計算です。難問に挑戦して、難問うまくいかなかったのか、分母は公表されていません。テストで10問正解しましただけ聞かされても、難問中の10問かで凄さが変わっちゃうもんね。そして発表から3日の間に、オープン AI のノーム・ブラウン氏本人が、他の大きな問題にも挑戦して成功しなかったものがあった、と認めたと報じられています。挑戦して届かなかった問題もちゃんとあったんだ。分母の数字そのものは非公開のままです。ただ、挑戦して届かなかった問題の存在自体は、オープン AI 側も否定していません。ここまでが3日間で確認できたことです。分母の数字が出てきたら、また見え方が変わりそうだね。そして最後に、当チャンネルが自分の手で確かめた話がもう一つ残っています。お、自前の検証だ。何が出てきたの？当チャンネルは発表当日、証明が置かれている GitHub のリポジトリをクローンして、中身を数えていました。そして発表から3日後の8月4日に、もう一度同じことをしました。同じ数字だった？いいえ、発表直後は、証明ファイルが4319個、3日後には23個でした。4300個から23個？減りすぎでしょ？何があったの？ GitHub が公式に残している公開の作業記録を確認しました。誰が、いつ、何回、履歴を書き換えたかが残る記録です。公開当日の午後から翌朝にかけて、同じアカウントが36回、コミット履歴を丸ごと差し替えていました。証明一式を作り直しては、積み直す、その作業を一晩中、繰り返していたように見えます。発表の夜も、工房の明かりはついたままだったんだね。そして最後の書き換えは、翌朝9時22分。それを最後に、ぴたりと止まっています。8月4日に数えた23ファイルは、その最終版でした。それって、何かを隠した、みたいな話なの？隠れて行われた形跡はありません。記録は全部、誰でも見られる公開の場に残っています。発表直後に証明のパッケージを整え直す作業が続くこと自体は、自然なことです。ただ、発表直後に見えていた姿、と、今の姿は大きく違う。外から検証する人が知っておくべき事実として記録しておきます。私たちが最初に数えた4319個は整理される前の作業中の姿だったんだね。そういうことです。それから、リポジトリの設定ファイルにあるレビュー状態は公開時から変わらず、エージェントレビュー済みです。人間の数学者による確認が完了したという記録はまだついていません。ここから先は数学コミュニティの出番なんだ。最後に少し先の話です。数学者テレンス・タオ氏はこの発表の直前にあたる7月26日の講演で証明の消化不良という言葉を使いました。正しいけれど誰の理解にもつながらない証明が大量に生まれるというリスクの話です。解けた証明が増えることと数学が前に進むことは別なんだ。タオ氏は問題を解くことと結果同士をつないで理解を深める理論を作ることは別で、アストラが示したのは前者、後者についてはまだ証拠がないと述べています。今回の重件が数学の理解まで届くかどうかはこれから決まるんだね。そうです。重件の証明はリーンの上ではもう完成しています。それを人間の数学が消化して理解に変えていけるか、ここから先は数学コミュニティの時間です。整理するね。27年解けなかった問題と L で主問題3件を含む10件をアストラが解いて全部リーン検証済み。発表から24時間で5件は外部モデルでも再現。看板は今もアストラだけ、分母は非公開だけど失敗の存在は公式も認めた。そしてリポジトリは公開の夜に36回書き換わっていた。27年の壁が破られた。それを覆すような報告は3日間で一つも出ていません。むしろ5件は独立に再現されて裏付けが一歩進みました。残りの検証と人間の査読はこれからです。ここまでが今日の時点で言えることです。査読や独立検証が進んだタイミングでまた確かめに来るよ。海外テックの大きな発表を
その後まで見届けます。リナと。ミントでした。バイバイ。